ロボットが動かない。オペ中にこんな。残念だがこの子はもう手遅れだ。手術支援ロボット、ミレナスが、小児患者、ハルトの脳血管手術中に突然停止した。医療スタッフが緊急対応に追われる中、制御システムが全く反応せず、再起動も失敗。執刀医は打つ手が尽きたと判断し、撤退の判断を下しかけていた。このままじゃ出血が止まらない。このままだとまずいぞ。ロボットの停止位置は、術中最も繊細な動作が求められる部位。ここでロボットを無理に動かせば、血管破裂のリスクがある。だが、何もしなければ、術中に亡くなる可能性が迫っていた。全員が息を飲み、頭を抱える中、俺だけが一歩、マイクへと歩み寄った。制御パネル触っていいですか？直せるかもしれない。俺がそう言った瞬間、数人の医師がこちらを振り返った。誰だお前は。俺は、ラーメン屋です。ラーメン屋？笑わせるな。ざわつく中、ただ一人、渚だけが強くうなずいていた。彼にやらせてください。お願いです。時間がないんです。俺は黙って端末に指を伸ばした。周囲は、何が起こるのかを息を飲んで見守っていた。パスワードを入力した瞬間、停止していたロボットの関節にわずかな電流信号が走った。俺のこの選択が患者の運命だけでなく、医療界の闇を暴くことになるとは、この時誰も知る由もなかった。屋台の鍋からふつふつと白濁したスープが湯気を上げている。冬の終わりにしては、今夜は随分と冷え込んでいた。都心の裏通り、シャッターの降りた店が並ぶ一角に、ポツンと現れる小さな明かり。それが、俺、河合掃除が一人で切り盛りしてる、蒼天ラーメンの灯火だ。父が残した移動式の屋台。塗装はところどころ剥げ、鉄枠には小さな錆も浮いている。でも、鍋だけは決して手を抜かない。むしろ、俺にとっては、ここが一番本気を注げる場所だった。両手に白い湯気がまとわりつく中、俺は寸胴の中を丁寧にかき混ぜながら、ふと思い出していた。ラーメンってのは魔法だぞ。たった一杯で人間の気力も心も変えられる。父がよく口にしていた言葉だ。ただの料理人ではなかった。父は、工学博士にしてロボット制御の天才。かつては大手医療機器メーカーの主任開発者として、数々の革新的な AI 制御システムを世に送り出してきた。だが、天才には敵がつきものだった。それが、技術者としての父の運命を変えた。父はかつて、メディカルイノベーションラボという医療機器のベンチャー企業に所属していた。そこでは、手術支援ロボットの初期開発チームに加わり、当時としては画期的な自己補正型モーター制御 AI を設計した。幹部の微細な動きに応じて関節のトルクを自動で再調整し、執刀医の手元の負荷を軽減するという発想は、医療現場に革新をもたらすはずだった。だがある日を境に、社内の空気が変わった。同僚だった開発主任が父のコードを流用した形で特許を申請したのがきっかけだった。父は抗議したが、逆に社内情報の持ち出し、不正アクセスの疑いをかけられた。経営陣はことを荒立てたくなかったのだろう。技術者同士の衝突は出資者にとってリスクでしかなかった。父は社内に居場所を失った。懲戒解雇こそ免れたものの、実質的な左遷、窓際の事務部門に異動を命じられた。仕方がないと言われ、大人になれと諭され、それでも父は最後まで黙ってコードを書き続けていた。けれど、もうええわ。使う人がおらんのやったら、どんな技術も意味あらへん。その言葉を聞いたのはたった一度だけだった。誰よりも正義感が強く、誠実だった父が弱音を漏らした唯一の夜だった。ほどなくして、高血圧による脳出血で倒れた。あっけないというにはあまりに重たすぎた。病院のベッドに横たわる父は意識が戻ることはなかった。モニターに映る心拍のリズムが静かに消えたとき、俺は大学院の進学書類を握ったまましばらく動けなかった。あの時、俺の中に何かが決定的に残ったまま凍りついた。技術とは何か、正しさとは何か、そしてそれを信じて生きる意味とは。父が残したノート PC には完成しなかったラーメン調整用のプログラムが走っていた。彼が最後に設計していたのは医療機器ではなく、誰でも安心して食べられる、体に優しい食のサポートだった。自分の命が長くないことを知っていたのだろうか。それとも、すでに答えにたどり着いていたのかもしれない。命を救うことと、
命を支えることはきっと同じ意味を持っている。その意志を俺が引き継ぐしかなかった。俺が今作っているラーメンは、父が最後に設計した健康栄養構造モデルをもとに、俺がこっそり再設計したものだ。塩分は限界まで抑え、出汁の旨味で満足感と心の充足を両立させる。味の決め手は、屋台の鍋の裏にひっそりと設置されたロボアームと、父の設計図をもとに、俺が再構築した AI 補正システムだ。ただの調理補助なんかじゃない。センサーが水温、気圧、湿度をリアルタイムで測定し、AI がその日の環境に応じて 0.1 度単位で加熱時間を調整する。さらに、出汁の濃度に合わせて火加減と攪拌のリズムを自動で変えることで、味のばらつきを限界まで抑えている。例えば、昆布の旨味が少しでも弱い日には、ロボアームがあえて、スープの流速を落として、鶏ガラ由来のグルタミン酸を引き立てるように設計されている。塩分はゼロに近い。でも、一口すすれば塩気を感じる。それは、味覚の錯覚を巧みに誘導する旨味の設計に他ならない。俺自身、食べるたびに、これは間違いなくうまい、と思っている。どんなコンディションでも、妥協のない一杯を出せる自信がある。いや、それどころか、このラーメンは、父の命と引き換えにたどり着いた、生きた技術の結晶だ。だけど、客はなかなか戻ってこない。思えば、それも無理はないのかもしれない。屋台はボロボロだ。ペンキは日に焼けてまだらに剥がれ、看板の蒼天の文字もどこかすすけている。キャスターは片方が歪んでいて、少し動かすだけでキーキーと耳障りな音を立てる。のれんも俺が高校の時に父と縫ったままの色あせたもの。愛着はあるが清潔感とは程遠い。立地も良くない。再開発の波に取り残された古い商店街の裏通りで夜になれば人通りもまばらだ。近くのサラリーマンたちもコンビニかチェーンの中華屋に吸い込まれていく。たまにフラッと来るのは仕事帰りの酔っ払いや夜勤明けの看護師くらい。見た目で損してるな、俺のラーメン。口に出して笑ってみたが、寒風に紛れてため息になった。でもそれでもやめなかった。たとえ誰も知らなくても、たとえ誰も気づいてくれなくても、この一杯には本物があると信じていた。このラーメンはただの食事じゃない。人の命を思い、人の心に寄り添いながら、技術が人間のために働くという一つの証明。それを知ってるのは今のところ俺だけかもしれない。でも、いつか誰かの心に届けばそれでいい。ごちそうさまでした。低く、少し疲れた声が聞こえてきた。ふと顔を上げると、カウンターの端に看護師服を脱ぎ、グレーのカーディガンを羽織った女性が座っていた。柔らかな黒髪を後ろで一つに結び、目元にほんの少しクマを残す彼女は、夜勤明けの疲労をにじませながらも、どこか凛とした雰囲気をまとっている。美味しかったです。塩分控えめなのに、ちゃんと体が温まる。こんなラーメン初めて食べました。彼女の名は、水庭渚。この近くの総合病院、桜医科センターの看護師だ。数日前、偶然屋台に立ち寄ってくれて、それ以来、夜勤明けに時々顔を出してくれるようになった。今夜もそうだった。カウンターにそっと腰を下ろし、コートを脱いでカーディガン姿になると、静かにラーメンをすすり始めた。スープを一口、麺を一口、箸を止めずに食べ進めていく彼女の横顔を見ていると、なぜだろう。俺はなぜか、父の背中を思い出してしまう。不意に声がした。彼女の方から話しかけられたのは、これが初めてかもしれない。顔を上げると、湯気の向こうから、渚がこちらを見ていた。これ、本当に塩入ってないんですか？はい、ゼロです、完全に。俺は胸を張った。じゃあ何これ？どうやってこんな味になるんですか？っていうか、これ、病院食の倍は美味しいですけど。あはは、それはありがとうございます。まあ、企業秘密ってことで。そう言いながら、俺は少し照れくさくなって肩をすくめた。でも、彼女はそれで引き下がらなかった。いや、ダメです。これはちゃんと聞かないといけないやつです。職業柄。彼女はおどけたように箸を置いて両手を組んだ。栄養士さんに報告します。奇跡の塩ゼロラーメンが出ましたって。大げさだな。でも実はちょっとした仕組みがあるんですよ。俺は手元の鍋を見つめながらゆっくりと話し始めた。まず鶏ガラと香味野菜の出汁を加圧して低温でじっくり抽出します。で、
旨味成分のグルタミン酸をピークまで引き出したところで、昆布の旨味を重ねるんです。最後に乾燥椎茸と椎茸麹で錯覚の塩味を作る。AI が素材ごとの濃度バランスを毎回調整してて、まあ、舌が塩っぽいって錯覚するようにできてます。錯覚の塩味。彼女は目を丸くした。はい、体には優しく、でも脳は美味しいって思うように。それもうトリックじゃないですか。そうかも。でも人間の味覚って割と簡単に騙されるんですよ。うちのスープは騙されて幸せになるタイプのやつです。渚は笑いながら再びレンゲを手に取った。すごいな。ラーメン屋なのになんかちょっと魔法みたい。いやいや、うちは科学と根性の屋台なんで。俺が冗談交じりに言うと彼女がクスッと笑った。しばし沈黙が流れ、彼女はまた一口スープをすすった。そして湯気越しに少しだけ真剣な顔になった。お願いがあります。このラーメン、子供たちにも食べさせてあげられませんか？その言葉にレンゲを持った手がふと止まる。湯気の奥、彼女のまっすぐな瞳が俺を見ていた。塩分制限があると美味しいものってほとんどダメなんです。食べるのが楽しくなくなって元気が出ない子もいる。でもこれなら。言葉を選ぶように彼女はゆっくりと続けた。これなら美味しいって気持ちがそのまま生きる気力につながる気がするんです。実はね、今うちの病棟に長期入院してる子がいるの。小児病棟、白血病の子とか、心臓に人工弁が入ってる子とか、退院できるのはまだずっと先。もしかしたらずっと病院の中って子もいる。その子たち制限がすごくて、食べたいものなんてほとんど食べられないの。湯気の向こうで渚の声が少し震えた。塩も油も添加物も乳製品もアレルゲンもダメ。スープもレトルトの栄養食ばっかりで、子供って味がすぐわかるから、どれだけ手間かけても、これまずいって言われちゃうんだよね。彼女はレンゲを小さく置き、手のひらを温めるように両手をカップの下に添えた。でも、今日このラーメンを食べて思ったの。制限があっても美味しいものは作れるって、それを子供たちに教えてあげたいって、今ここにいるうちにちゃんと食べるってこんなに嬉しいことなんだってもう一回思い出してもらいたい。言葉は柔らかいのに、その奥にある切実な願いが静かに胸を打った。それ、子供たちのラーメンってこと？病室じゃなくてもいい。食堂でもテラスでもいいから、このラーメンをほんの少しでも子供たちに味わってほしい。我慢するばっかりの食事からちょっとだけでも解放されてほしいんです。彼女の言葉に俺は答えを急がなかった。ふとポケットに入れていた父の古い開発メモの下が折れていることに気づいて指先でそっと直した。父が目指したのはそういうことだったのかもしれないな、とふと思った。しゃあない。病院に行くか。思わず口をついて出た。でも、渚は目を丸くした後、少し困ったように笑った。気持ちはすっごく嬉しいんですけど、さすがに今から病院突撃は無理ですよ。ああ、やっぱり。そりゃそうです。衛生管理、アレルゲンの対応、調理環境、食中毒リスク。まあ、いろいろ。病院は何でも最悪を想定してから動くところなので。渚はそう言いながらも、真剣な眼差しをこちらに向けてきた。でも、ちゃんと段階を踏めば、可能性はゼロじゃありません。もし私でよければ、一緒にやりませんか？一緒に？はい。病院側に話を通したり、栄養科に相談したり、私やってみます。子供たちの笑顔のためなら、ちょっとやそっとの手間は惜しみませんから。その言葉に、俺は知らず、少し笑っていた。まっすぐで冗談が通じて、でも芯は折れない。父と少しだけ似ているところがあるのかもしれない。じゃあ、頼りにしてます。ナース水には。お任せください、ラーメン職人さん。湯気の向こうで交わした握手は、ほんの少し暖かかった。そして数日後、渚が病院内でフード関連の許可を丁寧に取り付け、看護部長と栄養課長の面談もセッティングしてくれた。衛生面の対策として、屋台からスープを抽出し、病院側のテラスに設置した簡易配膳ステーションにロボアームを持ち込む限定イベントという形で、出張提供が認可されたのだ。対象は、小児病棟の特別観察職グループの子供たちと、その付き添い家族。時間は夕方16時からの約30分。
たった30分。でも、最初の一歩にはちょうどいいですよね。渚のその笑顔を見て、俺は心から思った。この人となら、父の技術をちゃんとした形で、人の役に立てられるかもしれない。テラスに湯気が立ち上るたび、人が集まってくる。出張蒼天ラーメン、初のインナーイベントは、俺の予想をはるかに超えて大盛況だった。うわ、スープが甘いのに、しょっぱく感じる。え、何これ？これ、減塩どころか塩ゼロ。嘘でしょ？久しぶりにちゃんとしたご飯食べた気がする。医療従事者、入院患者、付き添いの家族、そして子供たち。想像以上に多くの人たちが、この白濁した湯気の匂いに足を止め、レンゲを運び、そして笑った。まさか、こんなに反応あるとはな。準備していた30杯があっという間になくなり、追加を求めて厨房スタッフがあたふたする頃には、病院側から正式な申し出があった。院内に常設しませんか？今は栄養制限のある患者さん向けに個別食を提供してますが、正直味の満足度には限界があって、栄養士の一人が配膳トレイを片手に言った。子供だけじゃないんです。高血圧の方、腎臓疾患の方、食欲が落ちてる方、このラーメンなら安心して、しかも嬉しく食べてもらえるって思いました。それを聞いたとき、胸の奥で何かがじんと熱くなった。父が目指した技術が人を支えるというあり方が、やっとほんの少しだけ現実になった気がした。常設か。そんな日が来るとはな。その時、ふと背後から声が聞こえた。ねえお兄ちゃん、これ本当にゼロ仕様なの？顔を向けると、赤いニット帽をかぶった小柄な男の子がカップを両手で抱えながらこちらを見ていた。髪は少し薄く、眉の上に絆創膏が貼られている。けれど瞳はとても元気で、どこか人懐っこい。そうだよ。どうだ？うまかった。少年、ハルトが目を輝かせてカップを掲げた。その笑顔は屈託がなくて、まるで何もかもが順調にいっているように見える。だけど、ほんの少しだけ彼の目元に年齢以上の影があった。俺、普段はね、こんなの食べられないんだよ。そうなのか？うん。病気のせいで全部制限されてる。味の濃いのはダメだし、揚げ物も禁止。好きだったカップラーメンもお菓子も、もうずっと食べてない。ハルトは、器の底に残った一滴まで名残惜しそうに見つめながら、ぽつりとこぼした。なんかさ、病気になると好きがどんどん減ってくんだよね。遊びも食べ物もテレビの時間も。ダメ、我慢して、体に良くないからって言われるたびに、俺、普通から遠くなっていく感じがする。言葉のトーンは淡々としているのに、ぐっと胸を締め付けられる。でも、このラーメンはダメじゃなかった。ちゃんと食べられて、しかも俺が美味しいって言えるやつだった。なんか、久しぶりによっしゃーって思った。小さな拳で、冗談みたいにガッツポーズをしてみせる彼の横顔に、思わず目をそらせなかった。ラーメン一杯で、誰かの好きを取り戻せるのかもしれない。その事実が、ずしんと胸に響いた。その時だった。ハルトくんどう？気に入ってもらえた？テラスの奥から白衣にエプロン姿の渚が近づいてきた。いつもの病棟とは違う、どこか軽やかな雰囲気。けれどその瞳には患者一人一人を見守る看護師の目が宿っている。めちゃくちゃ美味しかったよ。また食べたい。ハルトは手を振りながら嬉しそうに彼女に駆け寄った。それはよかった。でも味濃くなかった？お腹平気そう？全然、むしろもっと食べたいくらい。これってまた食べられるよ、いつでも。横から俺がそう言った。ハルトはふとこちらを見てニッと笑った。よーし、手術終わったらまた来るからね。約束だよ。あ、作っとくよ。ハルトは笑顔のまま軽く手を振って看護師の元へ戻っていった。その小さな背中を見送りながら、俺は自然と口元がほころんでいた。けれどその時、ふと横に立った渚の表情に気づいて、俺は顔を上げた。さっきまでの笑顔とは違う、少しだけ硬い表情。彼、ずっと楽しみにしてたんです。手術前に美味しいもの食べられるなんて、俺ラッキーかもって。ああいうところ、無理してるんですよね、いつも。彼の症状、重いのか。渚はしばらく黙った後、ゆっくりとうなずいた。突発性、内頸動脈狭窄症。しかも、両側にわたって狭窄があって、普通なら年配の方に多い病気なんですけど、
彼は遺伝的な要因もあるみたいで。血管の手術って、神経近いよな。思わず口に出したその一言に、渚が、パチリと瞬きをした。詳しいですね。意外そうに、けれど、どこか感心したような目でこちらを見る。いや、まあ、とっさに視線をそらしながら、俺は鍋の湯気にかこつけてごまかした。親父が昔ちょっと、そういう仕事してたんで。なんだか、ラーメン屋さんっぽくないですね。よく言われます。肩をすくめて笑ってみせると、彼女もつられてふっと微笑んだ。そのまま、ふと表情を和らげながら、話を戻すように言った。でも、ハルト君には希望があるんです。希望？ミレナスっていう手術支援ロボットが導入されて、今月から稼働したばかりなんですけど、すごく精密で安定してて、従来の方法よりリスクがかなり減るって言われてるんです。ミレナス。その名前を聞いた瞬間、胸の奥で何かが引っかかった。言葉にはできないけれど、どこかで確かに聞いた記憶がある。渚さん、それってどこの会社の？確かネオメディカルじゃなかった。ネオメディクス、CTO の霧島さんって方が主導してたはずですけど。霧島。俺が繰り返すと、渚は少し眉を潜めた。どうかしました？いや、ちょっと気になってて。そのロボット、どういう制御系使ってるのか、どんな関節トルク調整してるのか。渚が困ったように笑った。その時だった。水庭さん、ちょっといいかな。声の主に二人とも顔を上げた。グレーのコート、端正な顔立ち。だが、どこか冷たい印象をまとった男、霧島則明が足音も控えめに近づいてきていた。ああ、霧島さん、何か。来週のオペの件、ハルト君の分のデータ確認を午前中に頼めるかな。担当医が立て込んでて。あ、はい、私でよければ。霧島が渚に何か資料を渡そうとしたその時、俺はふと気になっていたことを思い出し、横から声をかけた。少しよろしいですか？男の目がはっきりと俺の方へ向けられる。ん？君は、さっき渚さんから聞いたんです。ミレナスのこと。あのロボットって血管系のオペで深部操作するとき、温度補正入ってるんですよね。なんだ君は。霧島の眉がピクリと動いた。その声には少しばかりの驚きと抑えきれない苛立ちが混ざっていた。ここでラーメンを作らせてもらってるものです。俺はあえて店主とも職人とも言わずにそう言った。どこか場違いな言葉に霧島の目がわずかに細まる。ラーメン屋？ええ、まあ、湯気の向こうで機械を動かすのは割と慣れてる方なんで。そう言って軽く笑ってみせた後、俺はふと表情を戻し、やや真面目な声で続けた。さっきのお話、ミレナスの温度補正の話ですけど、深部操作するなら関節部の運動軸、特に第二軸以降のトルク計算って、好調に伴う皮下温度変化を無視できないと思うんですよ。術野が狭い分、数ミリのズレで視野と操作が一致しなくなる。その辺、今のモデルでは改善されてるんですか？一瞬空気が止まった。霧島の目が明確に変わった。君、本当にただのラーメン屋か？ええ、ラーメン屋です。ただ、昔ちょっと、大学でロボットの稼働解析やってたので、親父が医療ロボットの設計やってまして、旧モデルの初期制御系に関わってたんですよ。旧モデル？まさかフリーム開発系の？そこまでは言いません。ただ、あの頃のサーボユニット、表面熱と内部膨張のラグが想定より大きいってずっと言ってましたよ。だから、動かすことより止めることの方が難しいって。霧島は静かに視線を落とした。口元には笑みを残しているが、目の奥は完全に読み合いのモードに入っていた。なるほど。まさかここでそんな話をされるとは思わなかった。俺もラーメン屋しながらそんな話をするとは思ってませんでした。あいにく今はオフの時間だ。私も仕事を抱えていてね。君との技術論に付き合う時間は残念ながらない。だが一つだけ言っておこう。君が言った好調による皮下温度変化。確かに理屈としては筋は通る。だがそれは理論上の理想環境における話だ。現場ではもっと複雑で可変的だ。だからこそ我々は何万件もの臨床データをもとに温度変異補正を実装しないという判断をしているんだ。補正しない？そうだ。何万件ものデータ、数千時間の実証試験、
それが問題ないという答えを出している。それ以上に何を望む？素人が技術書の端をかじって勝手に不安を煽るなど無責任にも程がある。霧島の声には確かな怒気が滲んでいた。言葉の調子がどこか攻撃的になっていることに自分でも気づいているはずだった。だが彼はそれを止めなかった。所詮君は頭でっかちの学生だったんだろう。ピタリと間を置いて吐き捨てるように言った。机の上で理屈ばかりこねてるうちに現実の重みを知らないまま学者気取りか。こっちはな、現場を知ってるんだよ。命が動いてる場所でリアルな数字と現実を見てる。データじゃなく人間と向き合ってる。冷たい笑みが口元に浮かぶ。君みたいな理論に酔った研究者崩れにはわからないと思うが、命を預かってるってのはそういうことなんだよ。くだらない自己満足のラーメンで人の命と張り合わないでもらえるかな。そう言い残し、足早にその場を去っていく。俺はそれを黙って見送っていた。渚がそっと隣に立ち、少しだけ小声で言った。霧島さんって、あんなに感じ悪い人だったんですね。少し眉を寄せて、でも怒っているというより、むしろ戸惑っているような声だった。もちろん、あの人がすごく優秀な人なのは知ってました。現場でも信頼されてて、スタッフの間では完璧すぎるって噂されてるくらいで、俺は黙ったまま鍋の火を少し弱めた。湯気の音が静かに落ち着いていくのと同じように、心も少しだけ落ち着いていく。でも、いくら命を預かってるからって、あんな風に人を見下すのはちょっと違う気がします。慎重になるのは大切だけど、間違ってないから偉いって顔されると、なんか、言葉に詰まってから、渚は照れくさそうに笑った。ごめんなさい。ナースがそんなこと言うのもどうかと思いますけど。いや、言ってくれてよかった。そう言うと、渚はふっと息を吐いて空を見上げた。でも、あなたの話、私はちゃんと聞いてましたよ。おかしいかもって思ったことを、きちんと口にできるのって、すごく勇気のいることだから。ただ、引っかかっただけだよ。根拠も確証もない。でもそれを、ないから口にしないんじゃなくて、ないから探す人、私は信じたいです。彼女の声は、とても静かでまっすぐだった。あなたのラーメン、私何度も食べてきたからわかります。考えて気づいて、ちゃんと試して、確かめてから出してる味です。そういう人が気づいた違和感なら、たとえ小さくても大事にした方がいいと思う。風がふっと吹いて、湯気が斜めに流れた。夜のテラス、残された光の中で、俺は小さくうなずいた。ありがとう。それだけを素直に言った。すると、渚は少しだけ照れたように笑った。どういたしまして、宗司さん。名前を呼ばれた瞬間、俺は思わず顔を上げた。え？今まで、あなたかラーメン屋さんとしか呼ばれていなかった。突然の名前呼びに、胸の奥がわずかに跳ねる。渚は、すぐに視線をそらして、少しだけ頬をあからめた。なんか、いつまでもラーメン屋さんって呼ぶのも、変かなって思って、別に深い意味はないですよ。言いながら、手元のメモ帳を慌ててめくる仕草が、かえって不自然で。別に変じゃない。ありがとう。俺もなぜか、視線のやり場に困って、湯気の向こうを見た。しばらく、どちらからともなく、小さな沈黙が流れる。だけど、不思議とその沈黙が、居心地悪くはなかった。暖かい白湯の香りとともに、どこか、胸の奥に優しく、染みていくような感覚だった。春の匂いが、少しだけ混じった朝だった。いつものように、俺は、蒼天ラーメンの出張機材を積み込み、桜医科センターの職員通用口から、病棟内へと入った。廊下の窓から差し込む光が、床に長く影を落とす。まだ人通りの少ない早朝の病棟は、いつもとは違う静けさがある。だがその朝、俺は思いがけず、見慣れた顔とすれ違った。渚。エプロン姿ではなく、真っ白な看護師服。その上に濃紺のカーディガン。いつものように軽やかに歩いている。はずの彼女の足取りが、今日はどこか重い。声をかけると、渚はハッとしたように立ち止まり、俺に気づいた。宗司さん、おはよう。返事はあった。でも表情は明らかにいつもと違っていた。目の奥に宿る緊張、そして迷い。言葉を選びながら俺は口を開いた。どうかした？なんか顔が怖いぞ。渚は一瞬笑おうとしたけれど、それが形にならなかった。代わりに深く息を吐いてから小さく口を開く。今日、
ハルト君の手術なの。今日だったのか。うなずいた彼女の横顔に、どこか切実なものが滲んでいた。朝一でオペ室に入るわ。ミレナスを使ってとても難しい手術なの。そうか。俺は返す言葉を探しながら、それでも少し驚いていた。彼女がこんな風に怖いと思うことがあるなんて。それは彼女が普段どれだけ患者たちの前では毅然と立っているかを知っているからこそ感じる違和感だった。大丈夫だよ。その言葉を俺は少し間を置いてから口にした。簡単な言葉に聞こえるかもしれない。でも嘘はついていない。今目の前で不安を抱えている渚に一番必要なのはきっと確かな誰かだった。どうしてそう言えるの？渚がかすれた声で問い返す。目はまっすぐだけどどこか脆い。まるで今にも崩れそうな橋の上に立ってるみたいな表情だった。俺は肩をすくめて、あえて真剣すぎないトーンで答えた。根拠なんてないよ。俺にできるのはラーメン作ることくらいだし。でもさ、渚が一緒に動いてくれて、あの子が嬉しそうに笑ってたの、俺ちゃんと見てる。ああ。心を向けた人間の言葉や行動って意外と力あるんだよ。あの子きっと今でもその温度を覚えてる。そういうのが人を守ることもあるって俺は思ってる。渚はしばらく黙っていた。でもその沈黙には何かを飲み込もうとするためらいが混ざっていた。やがてぽつりとこぼれたのは、昔ね、小さな声だった。私、担当してた子を一人見送ったことがあるの。初めて任された子で、一緒に笑って泣いて、最後まで寄り添った子だった。助かるって思ってた。希望があった。だから、信じてたのに。最後の日、その子のお母さんに言われたの。あなたもっとできたことがあったんじゃないって。彼女の声が少しだけ震えていた。でも目はしっかりと前を向いていた。多分向こうだって混乱してたんだと思う。わかってる。でも、私怖いの。もしまた同じことが起きたら、って何かできたはずだったんじゃないかって。後から気づいたらどうしようって。その言葉に俺はすぐ返事をしなかった。でも、ほんの少しだけ笑ってみせた。なあ、渚。何？その時、お前はその子のそばにいたんだろ。渚は、きょとんとした表情で俺を見る。見送った時までちゃんと。うん。だったら十分じゃん。誰かの隣にいるってさ、本当はすげえことなんだよ。俺は少し視線を下げて、指先でカートの角をなぞった。俺も昔、親父が病院で寝たきりになった時、何もできなかった。技術者だったのに、自分の体は守れなかったんだ。だけどさ、最後に見たのは、親父が誰かの手を握ってた姿だった。誰の？母さんの。で、その横に俺も立ってた。渚はそっと目を伏せた。誰かのそばにいて、心から願うっていうのは、思ってるよりずっと強い。失うこともあるかもしれない。でも、それを怖がってるだけじゃ何も残らないよ。俺ちゃんと見てた。お前がハルトにどう向き合ってきたか。だから言える。お前はすごいよ。渚は小さく肩を震わせた。そして次の瞬間、ポロリと一粒、涙が頬を伝った。ずるいそんな言い方。そりゃ、俺ラーメン屋だし。だしみたいにじわじわ聞かせるのが仕事なんでね。俺が冗談めかして言うと、渚が少しだけ口元を緩めた。でも、その目にはまだ涙が残っていて、ただ、もう怯えてはいなかった。ありがとう、掃除さん。どういたしまして、ナース渚。行ってくるね。行ってらっしゃい。自信持って胸張って。お前ならちゃんと届けられるよ。うん。彼女は目元を軽く拭ってから軽く一呼吸し歩き出した。その背中はもうさっきまでの怖がっていた彼女じゃなかった。俺はその姿を黙って見送った。ハルト、お前幸せ者だな。今すげえナースがお前のためにまっすぐに向かってるぞ。それから俺は朝の仕込みに入った。左右スープの温度は 85.3 度。昨日より湿度が低いせいか、表面の泡立ちが少し荒い。AI が自動で攪拌速度を微調整してくれているのを確認しながら、俺は静かに寸胴の蓋を閉めた。仕込みに集中しようとしても、どこか気がそわそわする。まあ、大丈夫だろう。こんだけ整った環境で、最新のロボットがついてるんだ。俺なんかが心配したってしょうがない。そう自分に言い聞かせた。
その瞬間だった。厨房の外、どこか遠くからパタパタと走る足音が聞こえた。普段ならもっと落ち着いた朝の時間帯。けれど今朝は廊下を行き交う看護師たちの靴音が妙に多く、しかも急ぎ足だった。ガラス越しに一人、白衣姿の医師が眉を潜めて何かを指示しているのが見える。その声もどこか張り詰めていた。何かあったか。俺は火を止め、手を拭きながら扉をそっと開けた。ちょうど隣の通路を数人の看護師が早足で駆け抜けていく。すみません、何かあったんですか？声をかけると、足を止めた一人の看護師が息を弾ませながら振り返った。あ、河合さん。手術中のロボットが動かなくなったみたいなんです。ロボット？はい、ハルト君の手術中です。ミレナスが突然反応しなくなって、頭の奥で何かがキンとなった気がした。それ今どこで？スタッフモニター室の前に人が集まってます。おそらく、オペ室との連絡が取れないか、トラブルが起きてるんだと思います。言い終えるより早く、俺は走り出していた。カツカツと靴音が病院の床に響く。薄暗い廊下の先、角を曲がった先に白衣の人だかりが見えた。数人の医師がモニターに向かって言い合っている。スーツ姿の幹部らしき男たちが、苛立った様子で携帯を握りしめている。その中央、白い制服の彼女が立ち尽くしていた。渚！俺が駆け寄ると、彼女は振り返る。宗司さん！彼女の顔には、はっきりとした不安が浮かんでいた。どうなってる？ミレナスがオペ中に止まったの。関節が途中で固まって、再起動をかけても動かない。ハルトの容体は？心拍は安定してるけど、このまま放っておいたら。彼女はそこで言葉を詰まらせた。その時、中から怒鳴り声が飛び込んできた。こんなことがあっていいのか？緊急停止が効かない？どういうことだこれは？開発責任者を呼べ、今すぐ。霧島さん、話が違うぞ。ただごとではない。中のモニターには止まったままのアーム。体を横たえたハルトの姿が映っていた。無音のオペ室。その沈黙が何より恐ろしかった。宗司さん、もし、何かあなたにできることがあるなら、お願い、彼を助けて。渚の震える声に、俺はうなずいた。試す価値はある。その瞬間、モニタールームの空気が一段と張り詰めた。中のオペ室では、ミレナスが完全にフリーズしたまま、ロボアームはまるで患者の頭上で固まったように動かず、呼吸を飲むような沈黙が支配していた。だが、その場にいた誰よりも焦っていたのは、他でもない、霧島だった。これはオーバーロード。いや、違う。ヒューズの飛びじゃない。彼は、オペ室の制御端末にかじりつくようにして、額に汗をにじませていた。今、開発部に連絡を入れてます。使用上の問題ではないはずで。何言ってるんですか、霧島さん。もう十数分も止まったままですよ。一刻を争う状態だぞ。これは公開オペだ。病院の信頼に関わる問題だ。部長や教授たちが詰め寄り、空気が一気にピリピリしだす。霧島は顔を引きつらせながら、スマホを操作する手を震わせていた。今、本社の技術担当と繋いでますから、もう少しだけ。その時だった。俺は一歩前に出た。マイクに手を伸ばす。ミレナスの制御パネル前にいる方、聞こえますか？オペ室内が一瞬で静まり返った。マイク越しの声に、制御パネルの前にいた中堅医師が振り向き、戸惑いの表情で返す。誰だ？霧島が目を見開いた。おい、何をしてる？勝手な真似を。俺は、蒼天ラーメンの河合総司です。はあ、ラーメン屋！その場の誰もが言葉を失う中、唯一渚が叫んだ。彼は、ただのラーメン屋じゃありません。その声がマイクを通してオペ室にも響いた。彼の父は医療ロボの開発者でした。彼自身も大学で制御理論を専攻してて、今ここで止まってるロボの欠陥をずっと前から疑ってました。霧島の顔が引きつる。そんな無資格の人間に任せるなんてありえない。ラーメン屋は引っ込んでろ。なら、あなたが止めてくださいよ、霧島さん。渚の言葉に部屋の空気がピタリと止まった。その瞬間、俺はマイクに再び、口を近づけた。制御パネルの前にいる方、画面右下のシステムアイコンを長押しして、5秒です。サブメニューが出る。そこから手動補正無効化に入れるはずです。中の医師がためらいながらもその通りに動いた。出ました。オーバーライドモード。パスワード入力画面が出てます。パスワードは
1984-0207。入力完了。ディスプレイのログが切り替わり、関節制御ログが一気に書き換えられていく。動いた。アーム応答開始。補正異常が解除された。生体センサー、再接続。安定取り戻してる。制御パネルの前の医師が、まるで神業でも見たかのようにマイクに向かってつぶやいた。あんた一体何者なんだ？制御パネルの前にいた医師がマイク越しに問う。俺はただ一言だけ答えた。ラーメン屋です。その瞬間、モニタールームがしんと静まり返った。背後で渚がそっと息を吐くのが聞こえた。その手は小さく震えていたけれど、それでも確かに拍手のように俺の背中を押してくれていた。モニターに映るミレナスのアームがゆっくりと動いた。だが、その動きはぎこちなく、明らかにどこか指令がうまく伝わっていない。モーターは動いてるけど動きが硬い。一部の関節が命令を受けていないみたいだ。制御は戻ってるのになぜだ？オペ室の声がざわめく。その様子を見て、俺はゆっくりとマイクに向かった。多分それ、俺が直せます。え？オペ室内、そしてモニタールームの視線が一斉にこちらに向く。俺は、ほんの少しだけ視線を落としてから、ゆっくりと語り始めた。このロボットは、俺の父が作ったものです。もっと正確に言えば、父が開発したモデルをもとに改良された機体。ただ、父がずっと悩んでいたある問題が、この機体にもそのまま残っている。部屋の空気がぐっと重たくなる。一部の関節に使われている部品が、体温や室温の変化で、ごくわずかに歪むんです。通常の環境なら気づかれない。でも、手術中の繊細な動きの中では、それがズレになる。じゃあ、それが今回の。はい。父はそれに気づいていました。だけどどうしても構造的に解決できなかった。だから俺は、それを突き止めるために大学でずっとこの問題を研究してきたんです。俺は一歩前に出て、マイクのスイッチを握りしめた。今なら、俺がそのトラブルを止められる。だからどうか、このロボットを触らせてください。その時だった。お前、いい加減にしろよ。霧島が低くうなり声を上げた。顔にははっきりと焦りの色が浮かんでいる。今、うちの技術スタッフが向かってるんだ。それまでの間に、素人が勝手なことをするのは絶対に許されない。責任がどうなるか分かって言ってるのか？責任！その言葉に反応したのは、オペ室の主任医師だった。モニター越しにこちらへ鋭い視線を向けながら、はっきりと言った。今ここにあるのは責任じゃない。命です。霧島がびくりと顔をこわばらせた。開発部のスタッフが来る。何分後に、それまでに患者の容体が悪化したら、君は製品を守っているようでいて、誰一人守れていないぞ。患者の命がかかってるんだぞ。会社の都合や体裁なんか関係ない。別の医師が声を荒げる。まず救うべきは患者だ。病院が企業の言いなりになる場所じゃない。次々に飛ぶ土星。霧島は何も言えず、ただ唇を噛み締めたまま立ち尽くしていた。その中で、俺は静かにマイクに向かった。誰か、制御パネルの右側に工具が入った引き出しがあるはずです。その中に小さな六角レンチと赤いマーキングのあるセンサーカバーがあります。オペ室の中で医師が動き、マイク越しに確認の声が返る。ありました。六角レンチと赤いカバー確認。俺は短く息を整えてから続けた。そのカバーを外してください。中に銀色の丸い部品が3つ並んでるはずです。左端のやつをレンチで8分の1回転だけ緩める。ただし、絶対にそれ以上は動かさないでください。でないと、ロボットの内部バランスが崩れて二次障害を起こします。モニタールームがしんと静まる。俺の指示をなぞるように、オペ室の医師が慎重に動いていく。次に、真ん中のセンサーを指で1回だけ押してください。カチッという音がすれば、内部の温度補正がリセットされるはずです。これは、長時間の連続稼働で熱が中にこもったままになってるせいで、誤作動を起こしてる。押しました。音しました。最後に、右端の部品の上にあるちっちゃいスイッチありますよね。それを今から言う順番で押してください。右、左、真ん中、長押し。順番間違えないでください。これは初期化じゃなく、一時的な裏モードに入るための手順です。その瞬間、オペ室の空気が一気に変わった。入った！トルク制御が切り替わった。生体センサー、再起動完了。動く。アーム完全に応答。画面の中で止まっていたロボットがそっと動き出した。まるで
そこに心が戻ってきたかのように。待って！関節軸の動きがまだ少しずれてる。新たな不具合にオペ室が再びざわつく。関節の第2軸と第5軸がずれてるはずです。制御パネルの裏メニューから関節同調モードを選んでください。俺はマイクに向かってすかさず指示を出した。調整モード A じゃダメです。B を選んで。A は旧型のパターンだから補正が追いつかない。わかった。B に切り替えました。よし。次にセンサーの温度補正を手動に切り替えてください。室温プラス5度に固定するだけでいい。それで誤作動が止まる。切り替え完了。補正値安定しました。視野確保 OK です。進めます。ロボットの動きが明らかに変わった。ぎこちなさが消え、スムーズな動きに切り替わる。執刀医の手が迷いなく動き始めた。まるで指先の感覚がそのままロボットに伝わっているかのように。切開部位処理完了。内視鏡クリア。切除入ります。出血最小。縫合に入ります。次々と聞こえてくる声に、モニタールームの空気が変わっていく。不安が希望に、沈黙が確信に、そして、縫合完了です。オペ室の中で静かな声がそう告げた。オペ終了。その一言が落ちた瞬間、誰もが小さく息をついた。長い長い沈黙がようやく終わった。モニタールームの後ろから小さな拍手が一つ響いた。それが少しずつ広がっていく。控えめで、でも確かに伝わる。命が繋がったという実感の音。渚が胸に手を当てていった。助かった。涙を浮かべながら、そう呟いたその顔は、誰よりも優しく、温かかった。手術が終わった後、医師たちが次々と俺の元にやってきた。本当にありがとうございました。あなたの判断がなければどうなっていたか。1分1秒が惜しい状況で、あんなに正確に指示を出せる人がいるなんて、敬意を表します。河合さん、また技術面で協力していただけるなら、正式にお願いしたいくらいです。みんな真剣な顔だった。誰一人、俺のことをラーメン屋なんて呼ばなかった。心のどこかで、やっと父に胸を張れる気がした。技術って誰かを救えるんだ。そう言える日がちゃんと来たんだ。そしてその横で、霧島は何も言わずに立ち尽くしていた。顔にはもはや怒りも悔しさもなかった。ただ、空っぽの目で遠くを見ていた。そこに、病院の経営本部の部長がやってきて、静かに口を開いた。霧島さん、今回の件を受けて、常設導入はすべて白紙とさせていただきます。他院との取引も、順次見直しの方向で検討に入ります。それが病院としての判断です。その言葉に、霧島は小さくうなずいた。反論も弁明もなかった。すべてが静かに終わった。数日後、俺は病院テラスの端にある仮設の屋台でスープをかき混ぜていた。春の風が少しだけ柔らかくなってきていた。空には雲一つなく、ラーメンの湯気がまっすぐ上に登っていく。お兄ちゃん！振り向くと、春人が笑顔で手を振っていた。顔色も良く、もう点滴も外れている。支える手もなく、自分の足でしっかりと立っていた。おお、元気そうじゃないか。まだお粥しか食べられないけど、もうすぐご飯はいけるって。だからさ、またラーメン作ってくれる？もちろん、約束しただろ。楽しみにしてる。春人の母親が少し離れたところで頭を下げた。何も言わなかったけれど、その姿に全部が詰まっていた。俺は鍋のスープを見つめながら言った。でももうちょっとだけ我慢な。オペの後は体に優しいもんから始めないと。うん、知ってる。でも元気になったら絶対特製ラーメンだかんね。了解。今のうちから準備しとくよ。春人が去った後、春の風がふっと通り抜けた。その日の夕方、病院の相談室に一人の男が現れた。かつて霧島と共に医療ロボット、ミレナスを推し進めていたネオメディカル社の新社長だった。整ったスーツに疲れの残る顔。けれど、その目は真正面からこちらを見ていた。河合さん、お時間ありがとうございます。そう言って深く頭を下げた。まさか、ミレナスがあんな欠陥を抱えていたとは正直私も知りませんでした。今回の件で営業部長の霧島は懲戒解雇という形で社を離れました。会社としても彼が行っていた情報の隠蔽、上層部への報告の遅れを重く受け止めています。俺は黙ってうなずいた。社長は両手を膝に置いたまま静かに続ける。今、うちの状況は最悪です。
信用は地に落ち、出資は止まり、取引先も距離を置き始めています。これは、商品に欠陥があったと気づけなかった私自身の責任です。現場に任せきりにし、正しい情報に耳を傾けなかった。その重みを、私は逃げずに受け止めます。その言葉に嘘は感じられなかった。だからこそ、会社を立て直すのは私の使命です。もう一度、人の命を支えられる技術を、本当に信じられるロボットを作りたい。そのために、あなたの力を貸してもらえないでしょうか。男は、ゆっくりと立ち上がって頭を下げた。河合さん、あなたのお父様が残した技術、そして、あなたが実際に示した制御の技術、あれは本物です。どうか、その技術を、私たちに提供していただけませんか。もちろん特許を取っていただいて構いません。その上で、正式に使わせてほしいのです。相談室は静まり返っていた。外からは、病院のテラスに響く誰かの笑い声がほんのかすかに聞こえていた。俺はゆっくりと息を吐いて、そして言った。父が夢見た人を助ける技術がようやく必要とされてる。だったら、俺もやる意味があると思います。社長が顔を上げた。本当ですか？ええ。ただし、条件が一つあります。男は真剣な顔でうなずいた。なんなりと、技術は誰が作るか以上に誰が運ぶかが大事なんです。技術を横取りしたり、声を無視したりする人間が、もう二度とその上に立たないようにしてください。それが父へのけじめです。その言葉に、社長は深く頭を下げた。誓います。技術と向き合う人間が正しく評価される会社を必ず作ります。その言葉を俺は信じることにした。それともう一つだけお願いがあります。なんなりと、ラーメン屋続けさせてください。父が最後に選んだ場所は厨房でした。俺にとってもあの場所が自分らしくいられる場所なんです。社長は驚いたように目を見開き、次の瞬間微笑んだ。こんなに技術のある方にラーメン屋をやらせておくのはもったいない。そう思う反面、最高に贅沢なことだと今は思います。俺たちは温かく手を握り合った。その後、蒼天ラーメンは病院内に常設されることになった。栄養士監修のもと、術後の子供たちや制限食の患者にも対応した優しいラーメンとして、毎日湯気を立てている。俺は厨房で仕込みをしながら、週に一度、開発チームとも顔を合わせている。会見にもたまに呼ばれる。白衣を着たエンジニアたちに囲まれながら、帽子姿のラーメン屋が真顔で話すのだ。ある日、昼下がりの時間、屋台に一人の男がふらりと現れた。やってますか？霧島だった。スーツではなく、シンプルな T シャツにくたびれたバッグ。でもその表情には、以前にはなかったものがあった。あの時は、本当にすみませんでした。俺は黙って湯を沸かしながら聞いていた。どうしても、ロボットを世に出さなければならなかった。200人の社員を守らなければいけなかった。でも今は、それが間違いだったとわかります。あの時、誠一さんが言っていたことを、俺は聞こうともしなかった。彼はテーブルの端に指先を置きながら静かに言った。すべてを失いました。でもこれからもう一度やり直します。命ってあんなに重いものなんですね。俺はポケットから一枚の紙切れを取り出した。これは、あなたのやり方を正しかったとは思っていません。でも、あなたも誰かを守りたかったこともわかる。あなたの会社で働いていた人たちが新しい会社を立ち上げました。そして、あなたを迎えたいと言っていました。霧島は目を見開いた。でも、あなたは連絡先をすべて切った。電話番号もアドレスも何もかも変えた。だから彼らは俺にこの紙を託していったんです。彼は震える手で紙を受け取り、目を伏せた。肩が小さく震えていた。ありがとうございます。もう一度、一から頑張ってみます。その背中を、俺は何も言わず見送った。夜、屋台の明かりが灯る頃、夜風が少しだけ春の匂いを運んでいた。テラスの片隅で白い湯気がゆっくりと立ち上っている。その傍らに、いつものように、渚が静かに隣に立っていた。今日もいい匂いだね。まあな、出汁の引きが良かった。うん、嘘じゃないよ。そう言って、渚はカウンターの湯気に顔を寄せた。あなたのラーメン、ずっと食べていたいな。
病院でも屋台でも、どこでもいいから、ちゃんと味がするっていうか、ちゃんと生きてる味がするの。俺は鍋の蓋を少しだけ持ち上げて湯気を逃した。食べすぎんなよ。塩分ゼロだけど、依存性は高いからな。じゃあ、もう責任取ってもらうしかないね。責任？そう。これから先、私がこの味に飽きない限り、そばにいてもらいますから。そう言って、渚はふわりと笑った。その笑顔を見ながら、俺は少しだけ肩の力を抜いて、なら仕込み、明日からもっと真剣にやらないとな、と照れくさく答えた。彼女の笑みが風に乗って、夜の空へと流れていく。その隣で、白い湯気が静かに月へと昇っていた。あの時、ただラーメンを作っていたはずの俺が、気づけば命の現場に立っていた。でも気づいたんだ。技術っていうのは特別なものじゃない。誰かを思って誰かを助けたいと願った時、そこにちゃんと意味が生まれる。父の夢を継いだことで、ようやく俺自身の居場所も見つけられた気がする。湯気の向こうで笑ってくれる誰かがいる限り、俺はこの両手でこれからも守っていきたいと思う。一杯のラーメンも一つの技術も根っこは同じ。人を温めるためにあるってことだ。